この木は実は中がほとんど腐っています。それでも生きています。なぜでしょうか。皆さんは公園に行って切り株を見て、切り株の真ん中が空洞だというのをご覧になったことありますか？ね、木の切り株があって真ん中に穴が開いてる。穴が開いていて、そしてその外側にはね、木があってちょうどドーナツみたいに穴が開いてる。そういうような木をご覧になった方が多いかと思いますが、なぜそのようになるかというと、前に木が傷ついた時にそこに防御反応が起きて、ね、上下方向には導管を詰めてしまう働きがあって、それで詰まってしまって菌が入れなくなってしまう。それからこういう方向に対しては、これは木の年輪が板材部分のたくさんの重細胞が働いて防御層を形成して入らなくして、もう一つは接線方向に、つまり横方向に菌は広がるとすると、それを放射組織が飛べてしまうということをお話ししましたが、この場合はですね、実はここが傷ついてこういうふうにここで防御層ができたというのではないんです。そうでなくて、もっと小さい時に防御層が働いている、傷ついてるんですよ。どれくらいの時に傷ついたかというと、木がちょうどここからここまでの太さの時に傷ついてるんです。で、ここからここまでの時に傷ついて、ね、で中がだんだんこう腐ってきて、今これ腐ってますね。で空洞になってしまって、ここの黒い筋はですね、これは帯線という菌糸がですね、お互いに住み分けたりしている時にですね、他の菌と自分の菌との境界をはっきりさせる働きがある帯線というものなんですが、この帯線ができたりして、その帯線のもう一つの方、こちらは空洞になってしまいました。でこの空洞はいずれはですね、何年もかかってもここまで達します。で実はこの木がここの太さの時に傷ついて、形成層がその時にここにあって、そこに非常に強力な防御層を形成したわけですね。で強力な防御層を形成して、だんだん木が腐っていって、10年かかって20年かかってここまで到達しても、その外側に10年20年分の年輪が形成されるということで、ここまで空洞になっても一応厚い壁を持つパイプになります。ですから、このように大きな、穴が開いたとしても、木は健全に育つことができる。水を通しているのは一番新しい年輪のここからこう水をあげています。で葉っぱで作られた栄養が降りてくるのはこの一番外側の樹皮の一部の一番内側という支部という部分ですから、生理的にはですね、一番外側の何センチか1センチとか2センチとか、それだけが健全であればですね、木は生きていけるんですね。ただね、それだと物理的に持たないです。ね、つまり大風が吹いたらそれで簡単に折れてしまいます。ですからこの厚みを増そう、ね、でも傷ついてどんどん中が腐ってくるのに木は抵抗して、ね、ここまで到達するのに非常に長時間にかかるように、抵抗してるわけですね。でも長時間かかってここまで到達してもこれ以上はいけない、これ以上は普及しない、腐らない、ここで防御層を形成しているわけですね。でこれ以上防御が、あって進めないとなると、ここからの先は、毎年年輪成長していきますから、ね、どんどんこの壁が厚くなるわけですね。もう一つ、これは、ケヤキですが、空洞になってしまったんですね。ここからここまでの太さの時に実は大きな傷ができて空洞になってしまいました。
ね、ここまで食べられても、でもこれ以上はもういけないんですね。ここに防御層がずっとありますから、ほとんどここまでもう食べられてしまった。ね、食べるのにはね、虫が働いてます。菌類ばかりでなくてですね、虫も働いて、木材を食べる虫ですね、それも働いたりして空洞化するわけですが、こういう大きな木がですね傷ついて、ね、だんだん食われてここまで到達したけどですね、ここから先はもうこれだけ年輪成長して非常に厚い壁ができてるわけですね。でここは空洞になってしまって川がなくなってしまいましたから、もう大きな窓が開いちゃったわけですね。壁に窓が開いた。だけど窓枠を作ったんですね。太い窓枠だから空洞になってもここにものすごい立派な材ができてますから木は倒れないということで、空洞になっても立っていられる木が、こういう形になってるわけですね。こういうのをちょうどお羊ですね、オスのお羊が角みたいになってるんでラムズホーン、そういうふうなことで防御層が形成されて木はね少々傷ついても立っていられるということですね。ところがですね、天然記念物のような太くて大きな木で、中に大きな人が入れるぐらいの空洞になって壁がほんのわずかしかないということがあります。それは実はですね、何度も傷ついてるんですね。1回2回じゃないんですよと。ね、幹が大風で折れたり落雷があったりですね、何度も傷つく。そうするとここに今度は材が腐ってくるわけですね。でここでまたここまで行ったとしてもまたねその先は形成される。それからまた行くとさらに形成されるということで、空洞はだんだん広がって、健全な部分は周り変わらなくても少しずつ移動しています。だから非常に巨大な木の中に大きな空洞があるのは何度も傷ついているんですよということですね。